年1000点のアート巡りを紹介するチャンネルです。今回は渋谷でアート巡りはここへ行けという10カ所を紹介します。渋谷はアートギャラリーがいくつもあって、かつ他と違って月曜日もオープンしているギャラリーが多いのが特徴です。合わせていきたい飲食店も少しだけ紹介します。概要欄に詳細リンクあるのでアート巡りに役立ててください。チャンネル登録お願いします。まずは渋谷駅直結のヒカリエへ。エレベーターとエスカレーターで上がると文化村ギャラリー。文化村は再開発の関係で、この渋谷ヒカリエ8階のクリエイティブスペース8に移転して活動してます。この日はグループ展で顔がテーマ。広告の 3B って知ってますか？ビューティー、美人、ビースト、動物、ベイビー、赤ちゃん。この3つの B が人の目を引くということなんですけど、アートについても人や動物が鑑賞者の目を引くということがありそうですね。このクリエイティブスペース8には他のスペースもあるので、この光8階に来てみる価値ありかなと。この日はデザイナーさんのグループ展でした。下へ降りて徒歩8分、西武渋谷店 B 館。8階の美術画廊。ここは2つスペースがあります。まずこの小さなスペース。この日はレディー・ガガの靴を作ったことでも話題となった立花則孝さん。もう一つ広いスペースもあります。旬の作家さんやピカソなどの歴史的なアーティストまでさまざまな企画で楽しませてくれる美術画廊です。渋谷ってほんと人多いね。というわけで西武渋谷店から徒歩8分、渋谷パルコ。4階のパルコミュージアム東京。アート、デザイン、ファッションなど多岐にわたるジャンルの展覧会やイベントを開催していて、渋谷カルチャーの発信拠点となってます。この日はアパレルブランド N ハリウッドのデザイナー尾花大輔さんのルーツをめぐるインスタレーション。そして2階にはオイルバイ美術手帳ギャラリー。美術専門誌美術手帳の実店舗ですね。蔦屋書店を運営するカルチャーコンビニエンスクラブに買収されて以来、アートの EC サイトオイルバイ美術手帳やこの実店舗などアートが身近になるさまざまな展開をしています。この日はタトゥーアーティストで画家のオティさんの個展。ユーモアありますね。別の日はアートコレクティブサイドコアのディレクターとしても知られる松下さんの個展。ここはグッズなども売っていて楽しいですね。ちなみに同じフロアに以前はなんずか 2G があったんですが、残念ながら閉店しちゃいました。この日はユニークな絵画展を開催してました。ここの代わりになんずかは渋谷握手2階にアートバーなんずかテイクンを開店してます。バーが苦手なんで私はまだ行ってません。パルコでは他にもアート展やってることがあって、これししゃも弁当のシャツ、ダンサーの青井山田さんでした。
着る人が着るとおしゃれなのか。こちらは1ミリタトゥープロジェクトの佐藤花江さん。こんな感じで3階で何かやっていたり、外から入ることのできるこの1階スペースでもイベントやってることがあります。この日は2024年に私が見た映画ベスト5に入る憐れみの3章の写真展、家庭、職場、宗教と3つの視点で支配について描いた物語は、私たちの身近にもありがちなことを極端に描いていて、とても面白く素晴らしい内容です。この日はそのまま上へ上がり、その映画を見ました。で、この8階にあるほぼ日曜日というスペース、ここもいろいろやっていて、この日はジャズの漫画ブルージャイアントの展覧会やってました。漫画やアニメは普段私あまり見ないんですが、ブルージャイアントの映画については私ジャズが大好きなので見に行きました。ちなみにこの8階にはパルコの P があります。旧渋谷パルコの外壁に設置されていたものを建て替え後の新生パルコで現代アート作品として再展示しているものです。地下にはパルコの C があります。そしてギャラリー X もあります。この日は加賀見健さんの個展。はい、ここまで文化村ギャラリー、西武渋谷、パルコときて、4つ目はパルコの斜め向かい、東京都渋谷公園通りギャラリー。アートを通じてダイバーシティの理解促進を目指し、アール・ブリュットなど多様な作品の展示を行っています。アール・ブリュットっていうのは大学で美術教育を受けていないアーティストの作品。日本では特に障害者のアートを指すことが多いですね。この日もアール・ブリュット展、とても自由な表現で面白いです。でもなんかバスキアっぽいのもありました。気のせいかな。5つ目はパルコから徒歩3分、 HMV レコードショップ渋谷の2階、バンクロバーラボ。銀行の金庫室だった場所の再利用という背景から、バンクローバー金庫破りでラボ実験室と名付けられたんだそうです。この日はブラックライトで鮮やかに浮かび上がる作品。ここは音楽関係のアートが多いです。さて6つ目は壁画。渋谷パルコから5分歩いて渋谷消防署横の建物に森山大道さんの作品です。これは渋谷アロープロジェクト。そのプロジェクトこっちにもあります。7つ目、宮下パーク方面へ歩いた高架下です。この矢印、実は避難場所を表しています。8つ目、ディーゼルアートギャラリーは福屋の地下にあります。この日は韓国のイ・ヒョヌによるなんだか不気味な作品です。
9つ目はディーゼルアートギャラリーの斜め向かい、宮下パークサウス3階のサイ。この日は写真家深瀬正久さんの個展です。その波乱万丈な人生、ぶっ飛んだキャラ、芸術家としての葛藤がなんと映画化されていて、浅野忠信さん主演で2025年3月末から上映されてます。これは見たいな。ちなみに2階のハイタイドストアなどでもアート展をやっていることがあります。この日はいろんなレコードジャケットを全部ピーナッツ風にしちゃうユニークな作品たちでした。さあ最後10カ所目は宮下パークと西武渋谷の間のこのトンネルです。ひとつきの2人による作品。この渋谷アートプロジェクトは他にもあるので、概要欄にあるサイトでぜひチェックしてみてください。さあここからはアート巡りのついでに寄りたい飲食店3つだけ紹介します。まずはパルコの地下。たくさんお店がありますが、私のおすすめはグッドラックカリー。ここはフレンチレストランのオーナーシェフが手掛けるスパイスカレーを楽しめます。4種類のカレーから選べるし、2種盛り3種盛りもできます。この日はスルメイカのトマトモッツァレラカレーとルーローハンカレーとほうれん草と豆のベジタリアンカレー3種盛りにしました。美味しい。同じフロアのすぐ近くには極み屋、自分で焼くハンバーグのお店で行列ですが美味しいです。3つ目は宮下パークのハイナンジーファン食堂5、シンガポールチキンライスのお店です。美味しいんだよな。これも3種類のソースで楽しめます。他にもおすすめいっぱいあるんですが、それはノートにまとめておきます。概要欄からぜひチェックしてみてください。はい、今回は渋谷でアート巡りはここへ行け10選を紹介しました。私の場合は渋谷と合わせて学芸大学駅だったり代官山、中目黒、恵比寿、表参道などと合わせて楽しむことも多いです。今回の動画の感想などコメントで教えてもらえると嬉しいです。いいねやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。